落とされるなっていう、は言ってましたですね。目的地までは行く機会は多分なかろうって言ってます。それ爆弾を落として敵の飛行機にぶつかってる方もあるじゃねえかって言ったら、いやそんな器用なことができる前、相手だって全速力で飛んできてる飛行機だから、ここで作戦するみたいにうまくいくはずはねえやって言ってましたですね。だからもう敵と遭遇したらもうそれでおしまいだということはお互いに言ってました。死にたくねえのだって言うとね、鳥は死にたくねえな。いつも言ってました。彼が先に行ってしまったからですね。ご飯食べる時でもそばに寄ってきて、おい鳥は死にたくねえな。本当だなって言って、忘れるんですよ。なんで本音ですよ。そして天皇陛下っていう言葉だけでもうシャンとしないかん時代やったけども、天皇陛下だって人間だろうって、結婚もしたんだろうって、子供も持ったんだろうっていう気持ちがやっぱりあの当時でも本音ではそう思ってたんですよ。天皇陛下だって人間だろう、結婚もしたら子供も持ったんだろうって。天皇陛下でなんで神様だっていう方はやっぱり本音では思ってましたですね。ある種の自由。昔は軍国主義でね、昔は自分の意見を言えなかったんですよね。今はどんなことでも言えるでしょ。そういう自由の違い。そうですよね。本当に今は昔と違って、昔はおかしなこと言えなかったけども、何でも変わりましたよ。ただやっぱり人間は本音と建前とあって、本音は外に出さないですよね。だから天皇陛下のことだって誰だって本音は出せないんですよ。ビーンとなって天皇陛下といえばご下城のご正門と唱えて、でも本音を話すときは死ぬときは一緒じゃないかというのが私の同期生の気持ちですね。生まれるときは別々でも死ぬときは一緒だ。そういうふうな人間とは腹を割って本音で話せるんですよね。だからどんなことでも本音で話し合ったんですよ。本当に建前で話すということはなかったですね。同期生同士で。昔は10年一昔と言ってね、今は1年一昔というでしょ。どんどん変わっていくから想像つかないですね。本当に想像つきません。これから先来年だってもうどんどん変わっていくだろうし、再来年
もう2、3年先やったら自動車だって全部無人の自動車になる、運転手はいらない時代になるだろうし、とても先のことは考えられませんですね。人の心だってどんどん変わっていきますよ。ただほら、世界は2つに分かれるというのはそうだろうと思うんですね。自由主義と、それからソ連とか、中国の思想と、2つに分かれるっていうことは、やっぱり2つに分かれるというとは、本音では話せない国ですね。あるいは建前しか言えない国でしょ。だから人間って変わっていくんですよね。私、施設に行ってるところに、女の20と23歳の看護学生が4、5日前から入ってきたんですよ。で、お国はどこって言ったら、はい、ミャンマーです。ミャンマーから来ました。で、あそこは今軍事政権で大変だろうって、あんまりそういうことは言わないですね。もう、そうですね。私たちは分かりません。あんまり突っ込んだことだったら、軍事政権のことなんか聞くだけやっぱり野暮っていうかな。大学まで出た人ですよね。2人とも大学出て来てるんで、やっぱりね、国のトップに立つ人がそういうふうな独裁者みたいな人やったら、やっぱりみんな黙ってしまうね。腹の中を収めて本音は話さないですよ。私たちにだってそう。なるほどなと思った。その点は日本はいいな。何でも喋って、共産主義でもいるよ、たくさん。自由主義だから。そうですね。本当ですね。って。そういうことは分かってるんですね。もう、大学まで出た人間だから、常識はあるんですよね。そういう違いですよね。